皆さんこんにちは。本日は令和4年1月の18日です。兵庫県丹波の山南町は雪が降っております。本日は酵母菌培養と、酵母菌を使った、土壌の暖流化の実験の方をしてみたいと思います。まず用意するのが畑の土、そして比較をするので大きな容器が2つ、これはコメリで買いました。でお水で砂糖、液体の方がいいですね。そしてこの緑のが、いつも使っている酵母菌です。これは白神小玉酵母というもの。そして大きな容器の中にこれはお湯が入っています。そしてそのお湯を維持するために熱帯魚用の温度を維持するサーモンですね。これだけを使って酵母菌の実験の方を行っていきたいと思います。まずは酵母菌のこの容器の中に土を入れていきます。今回は分かりやすいように同じ位置に黒い線を入れまして、一つは酵母菌の粉、何もないやつは蓋はなし、この状態で、実験していきます。入れていきます。こんなもんかな。でもう一つも土は同じものです。土がコロコロこぼれるので下はすぐに拭けるようなところでやってください。室内でやるとなかなか後の掃除が大変です。こんなもんかな。こんなもんかな。あとは上から比較実験なんで手では押さえないようにしながらおおよそで変化があるんで、これぐらいの土の量を入れます。今から酵母菌の培養を行います。うちが買ってるやつは、これは粉状のやつですね。こういう粉状のやつを買いますが、これを直接畑にまくと非常に効果が高くなりますので、この粉状のやつを、一旦培養、菌を増やして、その増やした菌をさらに薄くして、畑に散布したりします。よいしょ。でまずは量はザザザッとこんな感じ。よいしょ。酵母菌を入れた後、液体の糖蜜をよっ、あら出てきませんね。糖蜜をぎゅーっと入れます。酵母菌の、この糖分を入れるのは酵母菌の餌となります。これ時間を経つごとにこの酵母菌が餌を食べて、そしてまた自分たちで分裂して、酵母菌がたくさん増えるというふうな原理になります。やることはこれだけです。この酵母菌は比較的低い温度で強いので、この状態で、培養をしていきます。こうしてそこにちょっと溜まるのでこういうふうになります。そしておおよそ
一晩経ったやつがこちらで、これを開けていくと聞こえるかな、プシューと。これもっとパンパンになる。今ちょっと温度が低いんでねあれですけど、プシューとなります。今回はこれの実験を使います。それではそれぞれ水と酵母菌を入れていきたいと思います。まずこちらには水、ちょうど線のところまずいくように。はい、こんな感じです。続きまして酵母菌、ちょっと時間が経ったらまたパンパンになってます。開けるときに気をつけてください。プシューと言いました。こうやって常にこう蓋を閉めたらここが、ペットボトルがパンパンになるぐらい、これ今酵母菌が活性化とか動いてる状態なので、いい状態になってますので、これを一つの参考の目安にしてください。こっち酵母菌、ちょっと入れすぎたかな。ちょっと入れすぎたかも。ちょっと入れすぎたので、こっちも水をちょっと増やしましょう。これで同じ状況。はい、こっちは酵母菌、こっちは何もなし。一応 YouTube といえども不正がないように、シール貼っておきます。この感じを覚えておいてください。こうしとくかな。よっよっ。はい、この状態です。そしたらこれをちょっとね、外が寒いので、サーモン2つ入れてます。おおよそ温度設定は35度は見えんな、ピンボケですけど35度の設定で、よいしょ。はい、これ酵母菌をお湯につけます。はい、こっちが水。はい、ただいま11時、どうですかね、3時間4時間ぐらいはかかるのではないかなと思いますので、このままにしておきます。それでは結果の方どうなっていったか見てみましょう。丹波の方雪は止んできましたが、まだちょっと降ってます。ただいま、3時20分ぐらいですね。お湯につけてから4時間と20分ぐらいです。ちらっと見たとき2時間ぐらい前とさほど2時間ぐらい前に結果が出て、さほどそれからは変わってないような感じですが、ちょっと見てみましょう。まずは水の方ですね。水、それで次が右側が酵母菌。はい、この字。これ左水。じゃあどうなったか見ていきましょう。はい、1センチちょいぐらい増えた感じですね。左の方は水だけだから、何も出てこないんですが、右側の酵母菌の方は、これ映像に出ないかもですが、じーっと眺めてたら、下から泡がぷくぷく出てきます。そして表層の方に泡も出てきています。なぜこういう原理になるかとかいうのはまた勉強会
等で、学んでいただいたらと思います。今回は、実験のやり方の方をご紹介いたしましたので、また皆さんいろんな実験をして酵母菌ちゃんと培養できたかなというふうな確認で、この膨張というか、団粒化の実験をしてみるのも面白いかなと思います。それではこれで終わります。バイバーイ。